ライトリングは悩んでいる友人、恋人、家族の支えになりたい若者たちが集まってくるような NPO です。今私たちは若者支えて支援事業というふうに呼んでいるんですけれども、ソーシャルサポート力養成講座というスキルアップの講座とライトリングタイムという支えの悩み交換の対話の場を設けています。もともとは悩む方々の話を聞くことをメインに活動をしていました。でも実際に活動を始めてみると、友達の悩み相談にどう答えていいかわからないとか、支え方悩んでいる人が実は多いんだなっていうことを、気づくことがありました。内閣府青少年意識調査によると、死にたいと思っている若者たちは誰に相談するかの第一位が友人で、これのパーセンテージが 50% に上るというふうに言われています。私たちはそういった支え手側の社会支援を作れる集団になることが重要だという気づきを得て、支える側のそばに立ってスキルや心のケアを行うというような活動を行っています。支えたいなって思いつつも、なかなか距離感が難しくてうまく支えてこらなかったっていうのがあったので、他の人はまた違うアプローチの仕方を持っていたりとかっていうことがあって、すごい新しい気づきがたくさんあるいい機会だったなと。自分にできることとできないことをちゃんと線引きしましょうっていう考え方、なんかそこは自分は結構全部請け負っちゃう方だったんで、やっぱそういう切り分けみたいなのっていうのも重要なんだなっていうのが分かりました。自分自身が過去小学生の時に、致死率が高い病になった経験がありました。摂食障害というものなんですけれども、1回テストでいい点を取れなかった時に自分なんか死んでしまえと思ったことがあったんですね。評価に値する人にならなきゃいけないと思って、痩せることで評価が得られるんじゃないかと思ってダイエットを始めました。自分を追い込むように食べないということをやっていったんですけれども、病気だって気づいたのが入院してからだったんですね。主治医や家族がよく頑張ったねってベッドの上で言ってくれました。ただそばにいることが人が生きる力に、きっかけに、源になっていくっていうことを自分は実感したので、次は自分がそういう源を与えられるような側になりたいなといったところが大きい活動のきっかけになっています。身近な人を支える気持ちがある若者が実はたくさんいるんだなっていうことに気づいたこと、気づかせてもらっていることが一番嬉しくて、彼を支えている彼女なんですけども、8年間付き合っている彼を支えていて、その方がライトリングに来て悩みを打ち明けてくれて、夜中 LINE で、死にたいという連絡が来る。その悩みを友達に言っても、そんな彼別れちゃいなよっていうことしか言わない。だから自分はその話をする気が起きなくなってしまって、ソーシャルサポート力養成講座の中で初めて味方を見つけられた感覚がしたっていうふうにそこで言ってくれて、それは私たちの作りたい居場所だったな、その言葉を待っていたな、その人に出会えて、本当に良かったなと思っています。この人がいるから自分は生きていけるっていうふうに思えるような、そういう拠り所になれる人や居場所が全ての人に、存在するような未来を作っていけたらいいなと思っています。身近な人が、ちょっと疲れたとか最近うまくいかないんだよねっていう愚痴を吐いてくれることって、結構あるんじゃないかなと思っています。うまくいかなかったな、どうしたらよかったのかなっていうような、気持ちを、共有してもらって、どうすればよかったのかを同じ気持ちを持つ人たちで分かち合って、ヒントを見つけ合って日常生活に生かしてもらえたら、それが、若者の自殺うつの予防解決につながっていくと私は信じています。